それでは時刻16時30分を少し過ぎたところで、後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、次はですね、栗林さんにバトンタッチいたします。よろしくお願いします。そうです。曲をまず流していただきましてですね。じゃあ曲の紹介を。木本泉さんのね、デビュー曲ということで流していただこうと思うんですが、曲のご本人から一つ紹介をしていただければ。はい、これは11PM のザ・サラブレッツで私がデビューしたんですけれども、大橋巨泉さんが作詞しましたどこかで誰かにをお聴きください。はい、わかりました。ちょっとですね、今曲を準備しておりますので、本当ね、先ほどからね、木本さん散々生成 AI の曲を聴いていただきましたが、いかがでしたですか？はい、私もとにかくその日に作っちゃうっていう何曲も、それは普通の人間じゃできないので、AI ってすごいなってですね。で、私も実はですね、曲なんか今までいろんな世界の国の曲聴くとかですね、好きだったんですけど、聴く方だったので、まさか自分が作るとかって思ってなかった。はい。でも今もノリに乗ってるじゃないですか。はい、何曲作るかなって不思議に。なので本当にね、なんかいろんな人が絵描くっていうのもですね、今AI でいろいろ絵を描いたりとかですね。何でもなんかできるのでちょっと怖いぐらいですね。そこから興味持ってですね、本当に自分で絵を描いたりとかですね、曲作りから始まって歌を歌ったりとかですね、いろんな人が参加できるっていうようなね、ものになったらいいかなっていうですね。私がこれから流そうとしてますのはもう随分50年以上も前のことなので、大橋巨泉さんが詩を作り、はい、それでじゃあお願いします。大橋巨泉作詞、杉原純作曲です。どこかで誰かに。はい。どこかで誰かに名前を呼ばれたような、そんな夜があったみたい。確かに誰かの髪の香りがしたような、そんな夜があったみたい。なぜか誰かの手を肩に感じたような、そんな夜があったみたい。パッパッパヤパパパヤパパパッパヤパヤパパッパッパヤパパパヤパパパッパヤパヤパ、こうしてあなたと初めて会っている。こんな夜があったみたい。パッパッパヤパパパヤパパパッパヤパヤパ
はい、可愛らしいでしょ。ありがとうございました。素晴らしいじゃないですか。大好きですね。ボサノバですね。私もブラジルにいたのでね、大好きですね。これね。この間なんか尾本さんが私の曲を紹介してくださるのに、え雅楽とその西洋の音楽の美しい星とか、それから原爆の関係のスカブロフェアとか、そういう音楽をこう流してくださってるっていうのを伺ったので、今日は私のルーツというか、そうですね。はい、どうしてそういうそこをぜひね、はい伺いたいですね。っていう形で選んでまいりました。はい。改めてそういったね今までの経緯をですね振り返って木本さんの思いでちょっとこう改めての音楽的自己紹介を大橋巨泉さんはなんていうの、すごい厳しい方ではあったんですけど、とっても私に対してはというか、なんかすごく優しい方で、例えばジャズだったらスキャットを歌うっていうのがもう普通なんですけどね、サラブレッツの人たちが泉をそろそろスキャットを覚えさせた方がいいんじゃないかって言われたんだけど、巨泉さんはいや、泉を思う通りにさせろっていうふうに言ってくださったり、それから彼からすごくお勉強したのは、とにかくコピーをするなと。特に時代はもう日本人は猿真似の猿っていうふうによく言われてたんですね、アメリカの方たち。だから泉ね、絶対にね、スキャットにしても何にしてもいいそうだけど、コピーだけはしないで。だから私はもう本当にコピーしないで、だからちょっと素直すぎて可愛らしすぎるんですけど、そういう形で勉強してきました。ありがとうございました。はい。その尾本さん、尾本さんが長く付き合っていらっしゃって、そうなんですよね。もうね、私もね、学生時代ですから、もう50年前ぐらいから知ってて、昔ピーター・ポリー&マリーというね、PPM というそのフォークソングが流行りましたでしょ。でその時のね、広島大学の学生さんたちと一緒に木本さんがですね、マリー役で歌われてたんですよ。でその時からのですね、不安というかですね、ご縁でですね、で彼女が東京から帰ってきて、で私も追って家庭の事情とかもあって広島に戻ってきて、それからもうそれこそ15年とか20年近くなるんですけども、ずっとファンであり、何とかして、彼女の曲をですね、もう日本一世界一にですねしないといけないと思っていろんなところでプロモーション活動してます。はい、ありがたいことなんです。じいさんが加わりました。邪魔かもしれません。いや心強いですよ。栗林さん、ぜひ。ありがとうございます。そのお話また後からということでですね、ちょっとこの1分ぐらいしのことちょっとですね、コールが入るかと思いますが、よろしく。はい、では、How to 日本暮らし、ありがとうございました。市の広報を毎回ご説明してます。今回もですね、せっかく8月の広報が各家庭に送られています。外国人の皆さんにもね、各家庭郵便ポストに入っておりますよ。住民票がありさえすればね、そういうその情報の中でぜひ必要なのは、今回は4ページから7ページ、4、5、6、7、ここにですね書いてあるのは高齢者の介護に関するサービスなんですよ。でそういったことがね分かりやすく書いてありますから、ぜひね見てください。で日本語だけどねこれが音声でボランティアが毎月吹き込んでるから、その音声で解説を聞くこともできます、ね、そういうことです。中身はですね、外国人もね40歳以上ですと、日本人と同じように介護保険の被保険者なんですね。ですから日本に3ヶ月以上滞在している人はこの保険に入る義務があります。で廿日市市内にはですね5カ所の地域包括支援センターというのがありますんでね、そこでねやっぱりちょっと説明を相談をねされたらいいと思いますよ。自分と全く関係ないと思ってた人もいるかもわかりませんが、ぜひ、その辺をご紹介します。次にですねエイジャンの行事の方へ移らせていただきます。今日はね素晴らしいゲストもお招きしておるんで、その関係にもなるんですけど、実はエイジャンは昨年7月から SNS による放送を開始してます。そういったその発表の場もしたいということもあったんですけども、例年やっておるギャラリーでやってるんですけど、広島じゃなくて廿日市カラフルタウン廿日市店
これをですね8月の21、木曜から24日曜日まで、4日間ですね、木金土日これやってますよ。これに、実は、何をやってるかというと展示の方は、例のように広島廿日市のですね過去現在未来振り返って、そして世界の被災地の状況ですね、戦争でウクライナとかミャンマーとか、ガザとかねありますが、そういった現地にね広島のボランティア団体が行ってるんですよ。現地の生情報、動画もありますね。そういったことをしっかり見ていただいたらと思います。動画コーナーも2箇所設けております。音楽がそこでまた聴けますのでね、今日のゲストの歌声もですねそこでギャラリーで聴かせてもらういうこともできます。で特にね23日の土曜日はですね10時30分から12時という朝なんですけども、本日のゲストの木本さんに来ていただいてですね曲を、自ら歌っていただきます。そしてその前にですね、このギャラリーに出展した各団体、そのメッセージももらうんですけども、これがまた音楽でですねテーマソングができてる。誰かちょっと変わった人がテーマソングを作ってくれましたからそれをベースにですね音楽的な、行事がここへ用意してます。ギャラリーは2階だけどこの、場所はね1階ですんでギャラリーを見られてねその前後に1階にも足を運んでいただければありがたいなと思ってます。100人から入れますのでね無料ですからぜひぜひ皆さんご参加ください。でその時にはですね、私小の淵田さんもこれがいいな。はい、雅楽の中に小とか七力とか、龍笛とか鞨鼓とか楽太鼓とかとたくさん管楽器があるんですけれども、その中で鳳凰のような形をしているのが小っていうんですね。これ縦型ですね。はい、その小を持参して吹いてもらいます。見たことない人いっぱいおると思いますよ。そうですよね。彼女がその小を持ってきて、どういうふうに吹いてくれるかわかりませんけれども、私も着物で、スカボロフェアとか、美しい青い星、それをブループラネットの英語で歌うことになるかもしれませんが、そういう形で演奏したいと思っております。ぜひいらしてください。私もねこの歌声をね聞いてね本当にね長生きしてよかったもうつくづく思ってますよ。いいでしょう。皆さんもその気持ちを、味わってください。一番最初はさっきのパッパッパヤパヤああいう感じで、はい、始まったんですけど、私のシンプルなね言葉なのにね胸にずっと届きますよ。日常広島の日常を読み込んでいった平和の歌ですね。これはもう本当に私はもう耳について離れないから。そうですよ。動画もありますからね。そう動画また素晴らしい。宮島とかの景色をですね。この FM で見せられないの残念ですけどね。SNS でそれ全部流してねやりたいと思います。どうぞ。それではご紹介をですねご本人の方からもう一曲ですね。もう一曲ですね。そのちょっと場に合わないかなってちょっと思ったんですけど私その後にイッツっていうジャズのコーラスグループを作りましたんです。その時には佐藤正彦っていう方がアレンジをしまして、スイングジャーナルなんかではもうとにかく優秀賞をいただいたりとか、その曲の中でどの曲を選ぼうと思ったんですが、ちょっと派手なテキーラ・マッキンバードっていう曲を選曲いたしました。それではどうぞ。The sky, fitting and a cry, and that's how I feel right now. 'Cause if I were higher, I'd fly, get my waisted to the sky. Give a rush on for my soul. Kiss me loud, don't say a word. The world is dream, a wonderful.
of the sky, fitting and they cry, and that's how I feel right now. 'Cause if I were higher, I would fly, get my wings set to the sky, give a rush on for my soul, kiss me love, don't say a word.広島でええじゃん。おー広島でええじゃんが来ましたが、この音楽がええじゃんもうちょっと木本さんの方からねええじゃんって言ってくれてありがとうございます。時間をしても何してもええじゃんみたいなこのええじゃんチャンネルなんで、いやこれ本当にずいぶん昔なんですけど、今聞いても古くないでしょ。もうとにかくかっこよかったですね、私たちのグループは。テキーラってかっこいいですね。もう私もテキーラメキシコでテキーラ飲みまくってもテキーラってこれビクターがすごく推しててうんビクターにも邦楽と洋楽レーベルがあって、私たちは洋楽だったんですけど、もう世界にとにかく出そうって言ってやってた、アルバムなんですね。でたまたま私たちイッツがデビューするときにマンハッタントランスファーってアメリカのもう超有名な、それはデビューしたばっかりで世界ツアーに出て、で日本公演があった時にちょうどダブったんですよ、私たちのデビューと。で私たちもレコードを聴いてて、これをそのままねできるわけないわよねって言って、彼らのコンサートを聴きに行ったらレコード以上に良かったんです。それで私たちはちょっともう本当にショックを受けたっていう、その当時世界に行こうっていう気持ちがなえたグループでしたね。マンハッタントランスは素晴らしかったですね。そういう時代を経て、私がですね広島に帰るきっかけになったのが、こういう一つのその世界に羽ばたこうっていうぐらいのすごい力量のあるミュージシャンたちがいっぱいいたんですけど、アメリカのその有名なプロデューサーにちょっと言われた言葉が、私の金銭に触れたというか、どういうふうに言われたかというと、自分たちのアメリカの音楽のコピーをしている間は自分たちは安心だと、安泰だと、だけれども日本が背負っているというか何千年という歴史を背負って音楽を表現してきた時には自分たちはかなわないと、自分たちの歴史はまだたかだか250年しかないので、もうそのことをちょっと言われた時に、私はずっとコピーでそのジャズをやってましたので、もう青天の霹靂というか、本当にそうだなって。でも私はもう何にも日本の文化を知らないっていうので、ちょっとショックだったんですね。それでたまたまうちの父が膵臓がんだったので広島に帰ってきたものですから、私がディナーショーをしようということに父が言い始めて、それでその時はちょうど厳島神社1400年祭だったので、それでじゃあ私ね雅楽とジャズというか西洋音楽の融合音楽をしますって歌っちゃったんですよ。それでディナーショーを初めてしたのが、初回という初演なんですけれども、その時にちょっと話したらすごく長くなるからちょっと割愛しなきゃいけないんですけど、雅楽っていうのは古い楽器なので、西洋の音楽っていうのはドドレレミファソラで12音階しかないんですね。だけれどもピッチっていうのが世界共通のピッチっていうのがあって、ドはとにかく440から442って決まってるんですけど、日本の邦楽っていうのは430のピッチなんですね。でどういうことかというと、半音の半音低いんですよ。で半音だったらどうにか音階が和音とか取れるんですけども、今のいつなんかも半音でぶつかってることなんかいっぱいあるんですけど、この半音の半音低いっていうのはですね、人間が一番もう気持ちが悪いっていう
ものなんですね。ですからそのディナーショーはその終わった時にすごい頑張ったんですけど、いやジャズと雅楽は融合できませんねって言われて、まあ大失敗だったというか、それが初演だったので、それから私はその雅楽の人たちにピッチを変えて楽器を作り変えてもらったんです。それでレコーディングができるようになって、なるほどね、今の木本泉大和があります。そうですか、素晴らしい、いや大変でしたんですよ、なるほどね本当に。はい、別人のようですよ私がまあまあ今のあれちょっと若い時ですだから本当にコピーしてたわけですよね、うん、でもその雅楽との融合で、私はもう何にも知らなかったので、日本文化を、なるほどね、お茶を習い、着物の着付けを習い、それからお琴を習い、もうすべて雅楽を習いっていう形で、日本の精神文化を勉強しましたね。約10年ぐらいかかりましたね、お勉強で。その間はジャズを歌わないことにしまして、はい、そういう形で今の木本泉大和があります。了解しましたおかげさまで今ねこの歌を聴ける幸せにあります、その歴史を聞いたからなおさら皆さんも行きましょう私もすごく共感できるのがやっぱり世界を回ってきた、世界中回ってきたんですけど、そこから見てやっぱり広島っていうのはすごいなって、やっぱり広島のメッセージ性とか、なんで広島の曲を作りたいとか、もっと日本を初開地広島をねから発信したいっていうようなことで活動しております。では、いよいよですね、エンディングとなりましたが、はい、じゃあそうですね、最後の曲のねご紹介に行きましょう。特にありますが、私ちょっと一言いいですか。メタ社の CEO のマーク・ザッカーバーグっていう人がいらっしゃいますので、その方は今本当に日本文化を勉強してらして、日本にしょっちゅういらしてね、朝はお茶、茶道、それから午後は何でしたっけ、書道とか、そういうふうにお勉強をすごくなさっているんです。で、彼のインタビューの中でね、日本を恐れていると、でそれはどういうふうに恐れているかっていうと、このままだと日本がなくなるっておっしゃったんです、というのは今の日本人って本当に先進文化っていう日本の文化を忘れかけているので、それで私、特に一生懸命今やらせていただいております、はい。で世界最古の名曲っていうのが、平安時代に1200年1300年前にできたエテン楽っていう曲があるんですけれども、それを日本人が知らないんですね。例えばベートーベンの運命とかは知っていても、ジャズのいろんな曲は知っていても、ロックのビートルズは知っていても、日本のエテン楽を知らないっていうのがね、私本当に悲しくて、それでメッセージ映像も作りました。曲ですね。今それがでは、このエテン楽を聞きながらですね、スタジオで終了したいと思います。はい、本日はですね、木本泉さんと大本克樹さん来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。